御朱印旅正春です。御朱印巡りを本格的に開始してから約4年半、今回はこの間に私が学んだり経験した内容から神社での御朱印巡りの基礎知識を再度まとめてみました。神社は神道が崇拝する八百万の神様をお祭りする場所。その神道は日本人の生活の中から自然発生したもので、仏教の経典やキリスト教の聖書のようなものはなく、地域による違いもあり、特に決まりはないようです。しかし、御朱印巡りを始めてから、神社本庁という組織があることを知りました。神社をまとめる宗教法人なのだそうです。また、各都道府県には神社庁を置いています。庁とつきますが、お役所ではなく一般的な宗教法人だそうです。その神社本庁の公式サイトで参拝の作法のようなものを紹介しているので、基本的にはそれにのっとって参拝しています。地域や神社によって違いがある場合はそちらを優先します。特に決まりがないのが神道なので、そこに私なりのしっくりする方法でアレンジを加えて参拝しています。あくまで健康のために御朱印巡りを始めた私の見解、宗教に対するこだわりもほとんど持っていません。なので参考程度にしていただければ幸いです。はい。御朱印を排除する前には必ず参拝するようにします。神社の場合は、境内入り口に鳥居があることがほとんどなので、鳥居前では一礼してから境内に入るようにしています。神様がお祭りされている場所に入るので、尊敬している方のお宅にお邪魔する感覚で一礼します。同様に帰る際も鳥居前で振り返って一礼しています。次に拝殿に向かう前に立ち寄るのが手水屋。手水屋がある場合は参拝前に手水で手と口を清めます。神様の前に向かう前に身の汚れを清める意味があるそうです。昔は自然の川に入って清めていたのだそうで、伊勢神宮内宮の五十鈴川にその名残が残っていますね。以前は柄杓で左手、右手、口、左手と清めましたが、最近は柄杓がない場合も多いので気にしなくなりました。水がない場合は鳥居前で一礼していればお清めになるので大丈夫との説もあるようです。今はコロナの影響で鼻手水になっていることもありますね。また稀に原江戸社という小さなお社が、境内にあることがあります。こちらは原江戸狼と呼ばれる神様をお祭りしていて、心身の汚れを払い清めていただけるのだそうです。なので、原江戸社があったら本殿に向かう前に参拝するのがおすすめです。心身の汚れを払い清めたらいよいよ本殿へ。神社の作法の基本は二礼二拍手一礼ですが、出雲大社の二礼四拍手一礼のように特殊な場合はそちらに従います。案内があると思いますので気づくかと思います。まずは住所と家族3人幸せであることに感謝を伝えて、世界平和と自然災害の被害が最小限になるように私はいつもお願いしています。個人的なお願いはしないようにしています。個人的なお願いは毎日寝る前やふとした時にしているので、叶った時は神社仏閣で感謝を伝えています。その方が毎日願い事を意識できて叶いやすいと思います。最近各銀行の小銭の入金が有料化されたとのことです。できるだけたくさん納めたいのですが、私もまだまだ厳しいので、10円以上のお賽銭を納めるようにしています。それでも手数料換算すると10%くらいになってしまうそうです。最近は電車賃も買い物もレストランもキャッシュレスで、お賽銭や御朱印がキャッシュレスで払えるところも稀に見られるようになってきました。現金はほとんど使わず、毎回小銭を作るのが大変です。
なので時々自販機でお茶を買って小銭を作っています。また神様はお金の概念がなく金額は関係ないと言われています。なので自分に合った金額を納めれば良いと思います。私もちょっと今厳しいので10円にしてますが、厳しいのであればお賽銭はなくても良いと思います。余裕が出るようになったらその時に納めれば良いのではないでしょうか。はい。参拝を済ませたらいよいよ御朱印を拝示します。その前に御朱印とは何なのでしょうか。神社仏閣を参拝した証として拝示できる朱印のことで、起源は写経を収めた証だったとのことです。これも諸説あるんですが、明治より前は神仏集合の影響もあり、神社にも納経していたと考えられます。また、御朱印はお守りやお札と同様に、神様やご本尊の分身とされるものになるので、買うものではなくお受けするものなので拝示と言います。そのためぜひ大切に扱ってください。さて、御朱印はどこで拝示できるのでしょうか。お守りやおみくじなどを扱う授与所で受けられることがほとんどです。拝殿や本堂の左右どちらかにあることが多いですが、朱印専用の窓口がある場合もあります。拝殿、本殿から離れた参道途中にあることもたびたびですね。最近は御朱印のサンプルが掲示されている場合もあります。神社仏閣によって様々なので、事前に調べておくと安心です。そしていよいよ御朱印をお願いします。御朱印帳を預ける際は、書いてほしいページを開いて預けるようにします。その際、御朱印帳にカバーがついているときは外しておき、しおりや当て紙などが挟まれている場合も外してお預けします。ちなみに、蛇久保神社のアニメ帳の当て紙には驚きました。その他、癒される当て紙に出会えることも増えてきましたので、これも楽しみの一つです。さて、一般的な御朱印は300円、500円が主流になっています。しかし最近は素敵なデザインの御朱印も増えてきています。見開きや切り絵の御朱印のような手の込んだものも目立ちます。さらに刺繍御朱印やクリアな御朱印など新時代のものも登場。納める金額も多種多様になっています。ちなみに御朱印は神様やご本尊の分身をお分けいただくもの、買うのではなく、納めると言った方が良いです。お題のことを神社では初穂料と言います。また時々御朱印代はお気持ちでと言われることがあると思いますが、そんな時私は500円を納めるようにしています。ちなみに、支払いには小銭を用意しておくと安心ですが、先ほどお伝えしたように小銭の両替に手数料がかかるので、千円札で良いか確認するのも良いと思います。御朱印を待つ間は静かに撮影などは慎みます。御朱印に書かれている墨字などの意味ですが、まず右上に奉拝、慎んで拝むことの意味です。要するに、神社仏閣に参拝しましたよということになります。御朱印を拝示した日付もほぼ必ず入ります。そして、中心に大きく墨字が配されることが多いですが、神社は神社名、お寺はご本尊のお名前が入ることが多いです。中央に押されるのは神社は社名の印が多いですね。押印として社紋の小さな印が押されることもあります。はい、いかがでしたでしょうか。御朱印巡りの参考になれば幸いです。まだまだ勉強中なので、さらに御朱印巡りをしながら、新しい答えや発見があったらまたまとめてみたいと思います。それでは皆様も楽しい御朱印巡りを。